みんな、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今回はベルギーのニュースを3件お届けするのだ。その前に豆知識なのだ。ベルギー、ベルジウム。テーマのベルギーだけの名前と思われがちだけど、収録、17世紀のラテン語では、ベルギカ、ベルジカ、か、今のオランダなども含むネーデルラント、低地地方全体を指す呼び名として使われたことがあるのだ。そして一押しは3つ目のニュースなのだ。米国国務長官マルコ・ルビオがキューバ大統領にいいと思うよ。とドナルド・トランプが答える。なのだ。トランプ前大統領がキューバに手遅れになる前に防衛を受け入れろと圧力をかけて石油も金もゼロにすると投稿したのだ。キューバ側は強く反発していて、さらにトランプ氏はルビオ国務長官がキューバ大統領になるという話に良さそうだとまで言い出して介入姿勢を強めているのだ。それじゃあ早速行くのだ。ベルギーは西ヨーロッパにあり、首都はブリュッセルなのだ。ハプスブルクやフランス支配を経て1830年に独立し、立憲君主制の連邦国家で地域ごとの自治が強いのだ。人口は約1150万人で、金融、科学、ダイヤ取引に加えチョコやビールといった食文化が有名なのだ。EU や NATO の拠点で、言語対立や連立政治の難しさ、気候対策や移民問題が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。イラン人は政府の建物を攻撃する準備ができている。衝突の映像を慎重に解釈すべき理由という記事なのだ。この記事はイランでの反政府デモについてなのだ。首都など各地で像が倒され、政府庁舎や公用車が燃える様子がインターネット遮断の中でごく少数ながら動画として外に出てきているのだ。表面上はイラン人は政府の建物を攻撃する覚悟があるとも見えるが、記者ソフィー・ベルゲンはこれを慎重に見るべきだと指摘しているのだ。なぜならイラン政権は昔からこうした暴力的な場面だけを強調し、抗議の本来の要求を単なる暴動や破壊行為として世界に見せることでデモ隊を貶める宣伝に利用してきた歴史があるからなのだ。二つ目のニュースなのだ。ゴールデンブーツ、アルドン、ヤシャリがチルとビルで優勝という記事なのだ。ベルギーのサッカー賞第72回ゴールデンシューが2025年の活躍を評価してスイス人 MF アルドン、ヤシャリに贈られたのだ。ヤシャリは当時23歳で、クラブ、ブルージュで今年前半に大活躍し、1巡目の投票だけで受賞を決めたのだ。その結果、彼は今夏に移籍金3500万ユーロ超で AC ミランへ移ったのだ。授賞式はミデルケルケのシルトで行われ、ベルギーサッカー界の華やかなイベントとして開催されたのだ。3つ目のニュースなのだ。米国国務長官マルコ・ルビオがキューバ大統領にいいと思うよとドナルド・トランプが答えるという記事なのだ。アメリカのドナルド・トランプ前大統領がキューバに対して手遅れになる前に防衛を受け入れろと圧力をかけたのだ。内容は明かさず、キューバ向けの石油も金もゼロにするとトゥルースソーシャルに投稿したのだ。その1週間前には米軍がベネズエラのマドゥロ大統領をカラカスで拘束し、多数の治安要員が死亡しているのだ。キューバのディアス・カネル大統領は誰にも指図されないと反発し、外相も米国は世界を脅かす覇権的な犯罪者だと非難したのだ。さらにトランプ氏はキューバ系移民の子である米国務長官マルコ・ルビオがキューバ大統領になるという投稿を引用し、良さそうだと支持を示したのだ。米共和党議員はキューバの独裁はトランプ氏の2期目では生き残れないと歓迎し、トランプ氏は中南米を米国の勢力圏とするドクトリン、ドンノーを掲げて介入姿勢を強めているのだ。ズンダモンは政治や抗議、
スポーツの輝きまで世界の動きを見守るなのだ。情報は慎重に受け止めて互いを大事にするなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。